語ろうや。やっぱスパイディって神だわ。ワイの剣吹き替えしかなくてクソやわ。スパイダーバースすれほんま伸びないよな。MCU 見てる層は来そうもないしアニオタ狙い撃ちってわけでもないからきついわね。めっちゃ面白いのにな早くブルーレイで何回も見たいくらいやわ。明日もっかい見に行くで。1回目の自己紹介、おさらいするんやね2回目は、別人の、ピーター・パーカーなんやね3回目、グエンもするのか。4回目、もうええわ5回目、やっとスパイダーマンになれたんやな。とはライターでスパイダーバースで検索した結果がすごいな。この映画当たり確定だろわが。実写なら見てたわ。向こうのアニメは大したことないイメージある。トイストーリーとか作ってるとこなら別やが。このアニメの出来やべえで、アニメじゃないみたいな気分やったわ。ぬるぬる動く。普通に大御所のスタッフで作っとるぞ。アニメとか言ってるけど、スパイダーマン映画史上でも最高傑作かもしれんぞ。これはつまりマーベル最高傑作や。サムライミスパイダーマン3を除くのと同じくらいおもろかったわ。少なくともインフィニティウォーとインターソルジャーは超えた。面白すぎるやろこれ。スパイダーマン史上最高傑作説あるで。映画スパイダーマン最高傑作。面白かった？先行行く暇ないから金曜まで行けんわ。面白いなんてもんやないで。最高傑作や。アニメ史に残る大傑作や。欠点が一つもないのがすごい。絵が綺麗だし話もおもろいし普通に楽しめたわ。スパイダーマンよう知らんのやけど、スピンオフのキャラが集まってきたって認識でええの。合ってるで、ガンダムでいろんな話出てると思うけど、それらの主人公が宇宙世紀のアムロのいる時代に集まるようなもんやな。3月。主人公の人種が画期的とか見てなんだかなって思ったで。そんなんどうでもええで。とにかく演出が神や。アメコミ表現を 3DCG でやるとすげえ革新的に見えるのは驚いたわ。アカデミー賞も納得。ソニーはライミ版3以降つまらんアメコミ映画を量産してたのにおめえ挽回したな。この映画ジブリの存在すら危うくしそうだな。アニメ界世代交代来たりしてな。ソニーピクチャーズはファニメーション買収してドラゴンボールとかヒロアカとか君の名はの海外公衆権利持ってるからな。国内はアニプレあるし、アニメ量でディズニー超える気だわ。映像作品としてはここ10年くらいのトップちゃうかね。予告めっちゃ流れてたな。なんか映像カクつきすぎて変だった。そういう作風IMAX3D 字幕で見ようとしてるんやが大丈夫かな？エキスポしての IMAX3D で見てきたけどすごかったで。IMAX3D で見れるんやったら見た方が絶対ええで。それでいいで、IMAX の恩恵めっちゃ受けてるから後悔はしない。3D が一番すごいのはエンディング。吹き替え IMAX3D がないとか無能すぎやろ。IMAX3D は吹き替えであって欲しかったよな。アニメーションは字幕だと辛そう。字幕見て画面追いかけるのなかなかきつかったわ。グエンの声とかノワールのニコラス・ケイジとかすごく良かったけど、今日改めて思ったのは 2D より 3D の方がいい映画って初めてかもしれん。初見っていうのもあるかもしれんが先行で見た IMAX3D の迫力やばかった。4DX でのマイルズ覚醒シーンは今まで見たどの映像よりも気持ちよかったかもしれんわ。マイルズ覚醒シーンでビルから落ちるところってすげえ広角っぽかったけどあれ意識してるのかな。マイルス覚醒からのコミックパサー演出ほんま狂おしいほど好き。コミックパサーが出るたびになんか興奮するってずるいよな。これベノムで流したの失敗じゃない。あれのせいで全く期待しとらんかったからくっそびっくりしたわ。ワイもこれ見てパスしようと思ってたけど見てよかったわ。アニメは吹き替えで見たいけど AD が日本のクソ歌手の曲なんだよな。それや。凛としてしぐれは合わんやろ。予告編の主題歌もかっこよくてすこ。タイアップにしては有能。もっとアカデミー賞ってアピールせんと一般層は食いつかへんぞ。こんなんコンスタントに作られたら日本のアニメ勝ちで腹立たんよなって出来やった。あんま言いたくないけどこういうの見るとほんま日本のアニメって何も進化してないんだなって思っちゃったわ。日本のアニメは日本のアニメで進歩しとると思うよ。先祖にアキラだの越えられない壁があるだけ。全国公開に合わせてスパイダーマンコラボの冗談もう一回売ってくれ。ああ、欲しいわ。それ、前に売ってたんか？年末になマイルズが作中で履いてるやつをアレンジしたやつや。うわそれええな。5万6万も出せば買えるで。しかも冗談1めっちゃ欲しくなるよな。バースっていう割にはマイルスの話やったな。サムライミ要素あってよかった。どんな？サムライミ版と同じビルからビルに糸で飛び移ろうとして落っこちるシーンがあった。3のクソダサダンスを踊るピーター。アートスタイルが独特だよな。最近のアメリカのアニメって全部 3D のイメージだったけど、まだあんなのも残ってるんだと感心した。よくわからんけど全員に同じくらいスポット当てるのかと思ったらビーパーカーとグエン以外ポット出て主人公リンチしてすぐ帰ってたよな。なんだったんだあいつら。ルービックキューブに興味を持つノワールかわいい。ノワールの出番少なすぎない？あの豚本当に原作あるんだな。ピーターかっこよかったわ。ピーターが子供欲しがってたし続編では名義出てきそう。おじさんの市民な経験してるよって感傷薄めるとこで一番草生えた。
原作通りじゃないのが納得いかない。変わりすぎやろ。なんでこいつだけアニメ風なんやわら。なんか日本のアニメキャラみたいなのいたやつか。ペニちゃんかわいいんを。ペニーパーカーちゃんかわいい。ペニーちゃんは日系人か何か？ペニーパーカーちゃんが入るところ映像早すぎてようわからんかったわ。その辺不満かな。ペニーパーカーちゃんかわいい。活躍するんか？活躍するで。片言の日本語喋ってかわいい？こんにちは、はじめましてよろしく。ここ好き。仮にも女の子だから先に行かせたんだろうけど、一番帰って欲しくないペニーが一番先に帰って悲しかった。ロボ壊れて戦闘続行不可なんだからしゃあない。ペニー戦闘ではあまり活躍しなくて寂しい。あんま絡まんしな。みんなでマイルス・スパルタリンチしたところ可愛かった。シナリオ普通やけど映像すごいで、グエンも可愛い。ペニーパーカー以外と主人公に当たりきついから見たオタクが次々グエン派に乗り換えてくの草生える。てかもう初登場の時点でグエン一択やろ。可愛すぎやん。グエンが可愛すぎる。ワンダのところから美少女すぎて、林の中に助けに来たところではかっこよすぎて、身の上話始めたところでは友達作らないぼっちアピールかましてきて、あれで好きにならない方がおかしいわな。最初から最後までグエンやろ。グベン・ステイシーちゃんのエッチなシーンあります？グエンちゃんは格好がエチエチや。グエン、スーツの腰の書の白い模様が体のラインを強調しててエロいよね。クソみたいなジョークで笑ってくれるだけでもうベタボレよ。絶対グエンとのキスシーンあると思ったのになかったわ。グエン髪の毛引っ張られていたそう。刈り上げも可愛いけど。欠点といえばあれやな、マイルスとベンジャミン・パーカー以外登場時間が少ないくらいやな。女の子可愛かったけど戦闘でももっと活躍して欲しかった。個人でもう少し掘り下げて欲しかった感はある。ピーターのミドルネームベンジャミンなんやって知った。ベンおじさんから来てるんやろ。リラックスしろって言われて潜入中に熱唱すんのほんまくさ。家の中で戦うシーンやばすぎやろ。ガチで興奮したわ。ドクオックみたいな背中が予告にあったけどあれドクオックなん？やっぱりオクトパスとのバトルは絵が入るわ。友達にドクオックって呼ばれてない？友達はリブって呼ぶわ。私の敵がドクオックって呼ぶ。ドックオックが女性なってるのはともかくグリーンゴブリンはバットマンアーカムシリーズのキラークロック並みの変異遂げとるやんけ。ワイが知ってるグリーンゴブリンじゃないんやが。あれ数あるグリーンゴブリンの中でもかなりでかい方やからな。おじさんがなぜヴィランになった経緯とか一切説明ないのは逆に良かった。なんかのご都合的展開で生き返るとかなかったのも丸。見終えた後、映画のコピーが効いてくるな。誰がヒーローになってもおかしくないように誰がヴィランになってもおかしくないのだってことだな。ピーターがヴィランになってる世界もあるわけだし。なるほど、深いな。糸はどうやって出してんの？マシンから？人体から？マシンから。他のスパイダーマン見てないんやがピーター・パーカーって前作主人公やろ。あっさり死んだけどええんか？前作でも死ぬんか？昔のアニメの主人公やと思ってくれればええ。他のなんて別に何も気にせんでいいで、いろんなスパイダーマンおるんやなくらいで。あの世界観でいくらでも作品作れるよな。マイルズと意気投合するトム・ホっぽい高校生ピーターが出ても良いわけだし。すぐ死ぬ方のピーターの過去だからカットで当然ではあるけどベンおじさんカットはもう定番化してるな。ベンおじは大いなる力は大いなる責任さえ言っとけば十分だししゃあない。その名台詞すらネタ扱いされてて笑えた。誰が最初に名おばさんを訪ねたか妄想するとワクワクしない？誰が最初でもカオスすぎると思ったけどあの名おばさんなら割とすんなり受け入れそうな気がするわら。侍2番から比べると名おばさんどんどんたくましい人になってってくさ。パンフにはどのキャラがどのアースとか詳細書かれてるのかな。マイルズの世界がアース1610だろうけどあのおっさんピーターはどこの世界なんやろ。おっさんピーターがアース616、いわゆる静止とされる世界線。なのでおっさんピーターの世界だけ背景がきちんとコカ・コーラになってたり MJ とのキスが映画と同じだったりする。侍2番の世界はアース616じゃないから、その時点でおかしいんだがわら。もともとマイルスの世界は原作のアルティメットユニバースが元だから、10年ピーターのいた世界の方がオリジナルに近い程度の意味なんだろう。最後マイルズのとこ来れたのはミゲルが次元転移装置で連れてきたんか。世界が繋がったのはいいとしてグエンが過去につくのは理屈がつかないな。もっと過去に漂着したスパイディが人知れず原子崩壊しているとしたら、グエンだけマイルズ世界に来た時に綺麗に着地してたし最後にメッセージ送ってたから何か続編の布石じゃね？あの装置の稼働はピーター死んだ時が初めてじゃない。冒頭から NY で地震が起きてるみたいなニュースあったやん。稼働の度に地震とともに各世界のスパイダーマンたちがやってきてるんだよ。舞台の世界のピーター死ぬ時の稼働でピーター部が来たのが最後でグエンたちはその前に来てるってことかと。2099来て続編かと思ったらくっそうと投げない喧嘩始めやがった。2099は続編にオアス要素出してきて任意の次元行き来してトラブルになるのかと思ったらくっそしょうもないオチで草生えた。ス
スパイダーマン2099美味しすぎる出番やんけ。人を指さすな、そっちが先に指さしたんだろ。ぴょんぴょんしだしたのほんまに草生えた。客が声出さない静かな劇場やったからこらえてたけど。続編への布石とか残さずスパッと終わったのほんま有能。クソ面白かったし。単品でも成立するけどスパイダーバースの続編作れそうなネタはいくつか残してるやろ。最後にグエンが話しかけてくるところとか最初で最後かもしれない次元キャッチャーとか。続編やるんならやるでまた見たいわ。エンドロール後に中途半端に伏線巻かずにギャグに徹したのすこ。PS4 のスパイダーマンでしかスパイダーマンの知識ないワイが見ても楽しめるか？ワイも全然知らなかったけど楽しめたからええぞ。むしろあのゲームって他の映画見るよりスパイダーマンのことわかるぞ。途中そのスパイディのコスチューム出るくらいだから大丈夫やで。PS4 のゲームのスーツもあって嬉しかったわ。これホールオブアーマーやんけと思ったけどあの白くも見てウッキウキになったわ。キングピンって体すぎひんか。あれただの人間なんか。あれ全身筋肉やからな。元はスパイダーマンのヴィランやけどいつの間にかデアデビルの方が因縁深くなってもうた。ハゲのおっさんが敵っぽいけど普通のヴィランっぽくてあんま見る気にならんわ。キングピンは大物人気ヴィランやぞ。何も知らんで見るとミニオンのキャラ感すごいからしゃあない。毎度思うけどキングピン基本普通のガタイいいやつなのにクソ強いよな。スパイダーマンの実写映画キングピン全然出ねえしなんなら PS4 のゲームがスパイダーマンのこと一番わかりやすいよな。映画しか知らんからあのデブなんで強いんや。って感じやったわ。でもこれ結局知識ないと見てもおもんないんやろ。昔スパイダーマンの映画見たことあるか？あったらいけるで。実写とも絡めてほしいわ。何年かけるねん。トビー、ユー、トムの3人を出してほしい。攻撃力最強の男スパイダーマン。ダーマというよりレオパルドンがやばいよね。ダーマがいない。レオパルドンがいない。情け無用の男出てるの？出ないもうちょい売れたら自作で可能性ある。ラストのマイルズのイラストにレオパルドンっぽいのなかった。見間違いやろか。レオパルドンってなんか調べたら戦隊ロボットやんけ。こいつ原作で活躍すんの？東映が作ったスパイダーマンに出てくるロボットや、まず順序が逆でスパイダーマンのロボットが戦隊のロボットの流れになったんや。ちな日本での興行収入いかったら続編でレオパルドン出すそうやで。売れたら次回作でダーマ出す可能性あるらしいでみんな見ようや。嘘つけや。ガチやで。制作者レオパルドン。報酬丸億いったら考えたるわわらさすがに無理やろななお現在。2億ドル突破で次回レオパルドン楽しみ今いくらやろ。